はい、始まりました。今回はイクサラン、新しいイクサランがやってくるということで、一応先に公開されたカードの中でいち早く僕が皆さんご存知の赤好きということで、こいつをやらせていただきます。はい。最新の力オヘル・アショニルです。合ってますか？発音がわかんないですね。オヘル・アショニル、アショニル。はい。まず能力、説明させていただきます。赤タンということで、4マナの44の神です。神ですね。はい、神です。神増えたな。神で、トランプル持ってます。44トランプルです。はい。で、あなたがコントロールしている赤の発生源が対戦相手1人にこれのパワーよりも小さい点数の戦闘でないダメージを与えるら、代わりにその発生源はこのパワーに等しい点数のダメージを与える。はい。簡単に言いますと、戦闘でないダメージ、例えば1点火力が、稲妻にしましょうか、3点火力がプレイに飛びました、そうするとその3点火力はこいつのパワーが4点なんで、4点になると、そういうことでよろしいですかね。そうですね。で、これ、あとおまけの能力がついてまして、こいつが死亡した時、死亡した時にこれを変身させて裏目になります、土地になります、赤1マナ加えるという土地になるんですが、で3マナタップでこいつを変身させて元に戻すことができます、で元に戻す条件は戦闘でないダメージの合計が4点以上、で起動が操作ということなので、意外と簡単に元に戻るという4点以上なんで、例えば2点オールみたいな呪文を唱えると合計6点食らってるので、4点以上になりますよね。なりますね。はい、帰ってくるということで、こいつをやっていこうということなんですが、もうですね、これお気づきの方すでにいらっしゃると思うんですが、いろいろね、とりあえずトーブランとソルフィムが原型としてあると思うんですまずそれを知ってる方も知らない方もあると思うんですけど、想像していただいて、それに対してまず一番重要になってくるカードっていうのがあるんですけども、2倍エンチャー、3倍エンチャー、ソルフィム2倍じゃないですか。これ戦闘でないダメージ2倍になるじゃねえかと、で4点が2倍で8点かっていうことになるんですが、だと思って僕は今日考えてきたんですが、差し止めを食らいましてあれもしかして違えんじゃねえかっていう話をしだしまして、ティーフさんがいわゆるこれはちょっとルールはまだ確かじゃないんで分かんないんですが、多分ですよ、多分なんですが、トーブランと同じで、トーブランは2点加えて倍にするってことできないじゃないですか。あれは相手が選ぶんで、倍にして2点加えるだと。ということはこいつの能力も例えば1点ダメージが食らいました、そのダメージを倍にして2になって、それが置換効果されて4になるから、4になって8になるわけじゃないと。まずこれは、2倍エンチ3倍エンチは全部抜くことになりますというのが大変な、一応これおそらくですよ、多分そうですよね。いや、そうだと思うよ。テキスト読む限りはそうだと思うけど、そうだと思いますんで、2倍エンチャ3倍エンチャを抜いた構成しなくちゃいけないということをまず気をつけてくださいと。ということで、まずトーブラントが、ソルフィムからの流用カードの説明になるんですが、意外と使えるカードっていうのももちろんあるわけですよね。ありますね、もちろん。例えばケッシグの炎吹きっていうカードなんですけど、これ、火付けシャッシュと同じ能力なんですが、2マナ13であなたがクリーチャーでない呪文を唱えるたび、こいつは各対戦相手にそれぞれ1点のダメージを与える。クリーチャーでない呪文をどんどん唱えていくと1点ダメージがこいつの場合は4点になるということで、結構大きいんで、これ系のカード2、3枚あるんで、フル投入してもいいんじゃないかなという感じになりますかね。あとは、利用してカードで言います。豪華のタイタン。ただ強カード。6マナ66で、場に出るか攻撃するたび、3点を1つか2つか3つ割り振る。対象割り振れるっていうカードなんで、1点1点1点場に出るか攻撃するたび与えられると。ということは、4点4点4点になるわけですね、こいつが。こいつはやばいですね。こいつやばいです。最強クリーチャー、このデッキの最強クリーチャーはこいつです。
あと流用できるカードで言いますと、例えばランドスルーズのような2マナでアップキープに、各対戦相手のアップキープにダメージが、こいつの場合は1点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 でなんで4点4点4点与えて自分は1点だと、そうですね、いうことですよね。こういうカードも結構ありますんで、こういうのは結構強いと。あと呪文ショック、呪文ショックは呪文飛ばれたら2点、自分だけ2点ですが、相手はもちろん当然4点になると。多分そういう大観覧とかもありますよね。はい。でそういった兼ね合いで、ダメージが対戦相手に入るということで、このチャンドラの焼却者というカード、はい、これがかなり強く使えますよね。まあそれですぐ1マナで出てくると思うけどそうなんですよね。これ6マナの66のクリーチャーなんですが、トランプル持ってまして、こいつを唱えるためのコストは対戦相手が受けた戦闘でないダメージの点数に等しく軽減されるということで、例えば1点でも与えることができたら、1点オールでも与えることができたら、普通に444、12コス軽減、でも1まで出ます楽勝で出ます出ますよね。はい。で、あなたがコントロールしている発生源が対戦相手に戦闘でないダメージを与えるたび、つまり1点与えてそれは4点になって、4点のダメージがその人がコントロールしているクリーチャー1体かプレーンズウォーカー1体に対象としてそのダメージを与える、4点ずつ与えられるとかに、とんでもない化け物です、こいつはまあこれ、いわゆるトーブランやソルフィムでも入るカードなんですが、あとその他にもプランとしまして、一応反動というカードがあるんですけど、このチャンネルではよく出てくるおなじみの反動というカードなんですが、クリーチャーがダメージを与えられるたび、反動はそのクリーチャーのコントローラーに同じダメージを与えるということで、例えば1点オールの呪文を相手のクリーチャーに与えたとします。そうすると4点オールになって、その4点オールがそのプレイヤーに4点オールを置き換わって、そのまま4点オールダメージが当たると。で1体につき4点なんで、結構大きいですよね。特にクリーチャー並べるタイプのデッキだったらそれだけで死にそうだけど確かにやばいですね。もうカジュアルとかだとやばいですよねカジュアルだとそれだけで死にそうやばいですよね。でいわゆる今さっきから2点オールとか1点オールとかの話してますが、そういう呪文が結構あるんですよ。例えば火山の榴弾っていうカードがあるんですけども、3マナで各クリーチャーと各プレイヤーにそれぞれ2点のダメージを与える、で打ち消されない、こいつは打ち消されないという呪文なんですが、そういう呪文が結構あります。プレイヤーに2点オール、クリーチャーに2点オールみたいな、そういうのが結構入れられる構成になりますよね。その他には回転壊しっていう最近のカードがあるんですけど、1マナで対戦相手だけ、各対戦相手に1点オールと、各対戦相手がコントロールしているクリーチャープレーンズウォーカーに1点オールっていうカードがあるんですが、これ系も結構ありまして、同じ効果になりますよね。全部4点に置き換わりますか。1マナで4点オール、だから結構こういうカードを駆使することで場を焼きつつプレイヤーのダメージを減らしていくというイメージになります。であとはパンプしたらどうかっていう話になったんですが、一応そうですね、こいつのパワー分ダメージ与えるなんで、そうなんですよね。なんで例えば1マナだったら立腹とか、タイタンの力、みたいなカードがありますんで、それでその瞬間3上がるっていう、例えば1マナで3上がれば7になると。で採点壊しみたいなカードを捉えるだけで7点オール、でそれを2回捉えたら、14点オールで結構いいっていう、一撃決まる可能性もありますよね。それでめっちゃ手札使っとるけどねみたいな確かにでそこで一応フィニッシュカードの話にこれからなってくるんですが、当然赤単なんで、まず発展の代価、これは一応1枚でも決まる可能性あります、正直。あんまり操作者の能力は関係ない、操作者の能力は関係ないんですが、一応これはお守りとして入れといてもいいんじゃないかと思います。であともちろんトーブラン最強カード、トロフィーでも結構強いですよね、グレン円結これは強いですね。これはやばいですねこれはとにかくもう引いてきた瞬間俺勝ったって思うぐらいの強いカードなんですが、だってこれ仮に立腹とか打っていやちょっと能力1回説明させて4マナのエンチャントで1マナで1点オール、プレイヤークリーチャー全員なんですが、っていう呪文です。で場にクリーチャーがいなくなったらこれがなくなるっていうカードなんですが、
で1マナで1点オール4マナでまあ出しますけど、うんまあ2マナぐらい残ってますよね。それでも8点オール。8点オールですよ。やばいですよ。で相手のクリーチャーはなくなってプレイヤーにも8点オール通って、でそれ以降の場に出てくるクリーチャーはもう出てこれなくなるっていうそうですね。やばいですよね。処理しない限りはもうちょっとクリーチャーに人権はなくなるっていうやばいですよね。はい。それをなんかさっきおっしゃってましたが、立腹を打つとなんか1回に起きたのに7点になっちゃうっていうね。やばいですね。これはとにかくやばいカードですと、はい、フィニッシュできますと。はい。はい。であともうフィニッシュできるカードとしましては、消熱の合流点。はい。これ4マナのソーサリーなんですけども、各クリーチャーに1点オールっていうモードと各プレイヤーに2点オールっていうモードと、ターゲットアーティファクトを1個破壊っていうモードの中から3個選べますんで、これ基本的には2点オール2点オール2点オールを選ぶので 3、4、12点の呪文ということになります。はい。4マナで12点オールという呪文になります。はい。結構12点だったら結構削れますよね。結構削れる。はい。フィニッシュできるんじゃないかということで。12点で済んでれば。確かにリップすればリップすれば21点だ。やばいぞっていうこともあります。はい。であと1枚、これはフィニッシュできるかどうかわかんないんですが、はい、魔力のトゲというカードがありまして、これは危ない4マナのエンチャントで、はい、土地を1個タップされた状態になるたびに魔力のトゲはその土地のコントローラーに1点のダメージを与えると、つまりこれを出した瞬間から相手は土地をひねるごとに4点ダメージを食らうということで、これはですねヘイトがすごいことになるんですよね。ヘイトが一気に向きますよね。そうなのよ。とりあえずあいつを退場させないことにはゲームにならんっていう状態になっちゃうんで、はい、割と退場させられますヘイトマックスですよね。相手呪文捉えられなくなりますからね、まあ使いどころによっては使えるかもしれないなっていう感じですかね。はいはい、そんなところでそれ以外に面白カードの紹介、まずティームさんが見つけてきた面白カードの紹介からになるんですが、はい、まず1枚目は、はい、まず俺たちの、はい、これまず紹介しないとダメだと思うんですね。なるほど、はいはいはい。バルダーズゲートからなんですけど、はい、カバリュー喧嘩殺法、いやーこれ気づかなかったですね。こんなの使えるんですね。はい、これ使えるでしょ。なるほど、はい。一応効果説明させていただきますと、はい、背景なんで、はい、統率者がこの能力を持つことになるんですけれども、はい、伝説のエンチャントで、はい、統率者が能力持ちます。で、はい、これは効果としてはアップキープの開始時に、はい、ライブラリトップをめくりまして、はい、ターン終了時までパワーをそのマナコスト分修正受けると。なるほど、やばいぞ。それはターン終了時まで使えると、なるほどいう効果です。めっちゃ噛み合ってると。めっちゃ噛み合ってるめっちゃ噛み合ってる。呪文使っちゃうから反応もなくなるところを衝動しつつ、はい、かつ統率者のパワーが上がるという。やばいぞ、パワー上がるぞ。これはいいだろうと思ったんだけどこれかなりいいですね。これ噛み合いがいいですね。これは噛み合いが非常に。あともう一枚ティームさんが見つけてきたカードがありまして、これは面白カードだと思うんだけど、面白カード、はい、炎の一斉攻撃というカードでございます。はい、炎の一斉攻撃、はい、はい、これは4マナのソーサリーの呪文で、はい、ターン終了時まで、はい、あなたがコントロールするパーマネントは、はい、タップして、はい、クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象として1点のダメージを与えるという効果を持つという呪文です。自分のパーマネントが全部渋めになるっていうそうですね4マナでそうですね、はい、山もとかも含めて、はい、なんなら置いてるエンチャントもタップして飛ばす。なるほど、パーマネントなんでね。クリーチャーでもいいですし。そうですね、はい、だから5体なんかタップできるサムシングがあれば、なるほど、は20点だと。やばいぞこれでも対象のあれですよね、1人1個ってことですね。1個に4点ですからね。1個4点、1個4点なんでね、1個4点なんで、これやばいですよ、これね、僕はね、とりあえずこの動画が公開される前に買おうと思ってねなくなっちゃうぞと思って流通量ないだろ動画なんか誰も来ない、裏面危ない危ないで、あともう1個、はい、今度は僕がちょっと面白カード1枚見つけてきたんですが、雷撃の威力というカードなんですけども、はい、2マナのオーラです。こいつエンチャントをされているクリーチャーが攻撃するたびターン終了時まで X0 修正を受けます。X はあなたの赤の新人に等しい。なるほど。赤の新人分パワーが上がるという攻撃すると。赤新人が仮に5あれば。5あればやばいっすね。5-0修正かかる。やばいぞ。ってことは 9点になるっていうね。その後になんか唱えれば、も
もう勝てるやろっていうそうね結構強めですよね。フィニッシュ級ですよね。まあそんな感じですかね。そうですね。そんな感じでこいつ結構赤タン、もう僕これ多分やると思いますなるほど。もうこのねすぐ即回ですよ。炎の一斉攻撃なんか即回ですからまあ他は結構利用できて使える構成になってますんで、はい、赤タン好きな方は、はい、ぜひやっていただければなと思います。はい、今回の動画は以上になります。おしまい。